こうやって路面電車も走ってる。東京とは思えなくない？接近表示っていうものがバス停にはねあるんだよね。ここはもうさすがに車は通れない。絶対にこの道は狭すぎる。今この画角に映ってる人の中で埼玉県人結構多いと思うよ。パトカーのサイレンが聞こえる。前に進みづらくなってきましたあの難しそうな日本語を読むのはちょっとめんどくさいなと思ったので読みませんでした。何今のトラック金色だったんだけど12月でもないのにイルミネーションみたいになってるでしょこれはい皆さんこんにちは、ジローです。本日も僕の動画を見に来てくださりありがとうございます。今日はここ巣鴨を一緒に散歩していきましょうよろしくお願いします。で今ね巣鴨っていう言葉を使ったんだけど、今日はねこの後池袋にも行こうと思ってるので、長い散歩になるけどよろしくねでさ、みんなはさこの巣鴨っていう場所知ってるのかなあんまり有名じゃないかもな、日本人じゃない人にとっては。どうだろうね。この巣鴨はね、こうやって大きな商店街があるんだけど、おばあちゃんの原宿って呼ばれてる場所なんだよ。で、なんでかっていうとね、本当に老人が多いんだよで、老人が多いし、老人の方が好きなお店がたくさんあるんだよね。で、原宿ってさ、若者に人気の場所じゃん。で、原宿と比較すると巣鴨は比較的おばあちゃんに人気な場所なので、おばあちゃんの原宿という異名を持ってます。この巣鴨という街はね。で確かに、老人お年寄りの方が、この商店街ではたくさん歩いてるかなって思うんだけど、でも若い人も意外と多いなと思った。こうやって歩いてるとほらホラーっていうか見た目でその人の、年齢を判断するっていうのはね、場合によってはその人にとって迷惑、失礼なことになりますからあまりしないでいきたいなと思ってます。はい、このジロージャストジャパニーズというチャンネルはみんなが幸せになれるようなコンテンツを作っていきます。よろしくお願いしますあ、大判焼きだ。美味しそう。いや、僕ね、ふとした瞬間に大判焼き食べたくなるんだよね。大判焼きってどういうものか知ってる？パンみたいな見た目してるんだけど、なんか分厚いホットケーキみたいな見た目をしてるんだよね。で、中に、カスタードクリームが入ってたりとか、あんこが入っていたりするもので美味しいんだよな。昔はね僕のお母さんがたまに買ってきてくれてさ、僕が学校帰りなんかに家に帰ってからね食べて美味しかったな。でこういうなんて言うんだろうな、現代風のお店も結構多いんだよな。絶対にこのお店老人向けじゃないでしょって思うようなお店も結構多くて、この巣鴨で僕はねあまりこの巣鴨に来ることはないから、意外と若者でも楽しめそうなお店が多いなっていう風に思ったんだよね。だから、昔と比べて変わってきてるのかもね、この巣鴨も。でもほら見て、今横にあった洋服屋さんとかはさ、かなりターゲット層がご年配の方なんじゃないかなって思うような品揃えだったよね。お土産屋さんもある。お菓子が売ってるのかな。こういう見た目がおしゃれなお店が多いよね、巣鴨は。この薬局は昔ながらの薬局っていう感じがするよね。でもこのさ、商店街って前に書いてあるゲート、
これとかは本当に雰囲気が昭和だよね。昭和の時代からこのゲートがあるんだろうなっていうことを思わせてくれるよね。で、この左はね、小さいコンビニサイズのスーパーなんだけど、これ最近東京でよく見る。最近っていうか、10年くらい前からあるかもしれないけど、こういうね、小型のスーパー、コンビニくらいの規模のスーパーが、最近東京ではね、増えてきてる気がするんだよな。多分、なんだろう、あまりこだわりがない人が多いんだよね、現代って。だから、スーパーに行って、たくさんある商品の中から選ぶのめんどくさいなとか、そういう風に思う人にとっては、ああいう小型のスーパーが便利だよね。僕も結構利用してるんだけどさ、このお店とかは年配向けだな。お年寄りの方がたくさん買いに来そうな見た目をしてたよね。で、この商店街さ、歩いてみて思ったんだけど、結構長いんだよね。うん。一番駅に近いポイント。僕がこの動画を、録画し始めたところは、駅側なんだよね。巣鴨駅に近いところなんだけど、だから今歩いているのはね、駅とは反対に向かって歩いてるんだよ。で、さすがに駅から離れていくとさ、人の数もどんどん減ってきてはいるんだけど、まだ完全に人通りがなくなったっていうわけではないよね。で、左のお店、シャッターを下ろしている店が多いんだけど、今日の営業はもう終了したのかな。で、この動画を録画したのは日曜日なんだよね。日曜日ってさ、お客様をかき集める絶好のタイミングだと思うんだよな。お店は開いた方がいいと思うんだけど、どうなんだろう。閉店しちゃったのか、それとも、休業しているのか、どっちなんだろうね。で、ここまで来ると、お店がありつつも、マンションもあるよね。で、ここのマンションに住んでる人は結構便利だろうね。だって、駅まで一直線じゃん。で、商店街を歩いていけば、駅に着けるから、めっちゃ便利だね、ここ。で、商店街の近くって結構人気があるエリアだと思う、住むのに。やっぱさ、人通りが少ないところを歩いて、会社とか学校に行くのって、夜とかって怖いじゃん。でも商店街って結構夜遅くまで人通りが多いから安心して住むことができるんだよね。あと日本で人気がないのはね、1階の物件かな。1階だとね、人通りだから人の目が気になったりする人が多いし、あとは泥棒が入るとすると、マンションの1階が多いからね。比較的2階より上が人気があるかな、住むところとしてはね。あとは、1階が飲食店のマンションとかは、比較的人気が落ちるね。賃貸の物件としては。理由は、日本にはね、ゴキブリが出るんで、飲食店が1階にあるマンションって、住居スペースでもね、ゴキブリが出やすくなるんだよね。ゴキブリで思い出したけどさ、そろそろゴキブリの季節じゃん。冬になるとね、ゴキブリって家の中に出なくなるんだけど、夏になるとね、ゴキブリが活動し始めますからね。うん。で、ここずっとまっすぐ歩いてるけど、景色が全然変わらないぞ。占いのお店があったね。みんな占いとか受けたことある？僕は多分ないかな、今まで占いは。占いとかはね、僕の勝手なイメージ、
年配の女性とかはね、占いが大好きなイメージがあるんで、僕の中ではね。だから、こういう巣鴨で店を構えるとたくさん人が来るんじゃないかな。で、今映ったような町中華って本当に東京のどこでもある。でもああいう町中華で出てくる中華料理ってマジで美味しい。まあ本当の中華料理なのかはわからないんだけど、まあ日本人の僕としては本当に美味しいなって思いながら食べてますあれこれなんで走ってるんだっけ。あ、青信号から赤信号に変わっちゃいそうなんですね。で、巣鴨駅ってね、山手線の駅なんだけど、ここはさ、山手線の駅が近いとは思えないほど閑散としているよね。静かでいいよね。お、ジムですね。ジムで運動をしている人結構多かったね。そう、ここはなんか下町の雰囲気がすごいよね。山手線の駅が近いとは思えない。山手線の有名な駅といえばさ、渋谷とか新宿とか、秋葉原とかがあるじゃん。ああいうなんか、すごい都会感がある場所が多いんだけど、ここは下町の雰囲気がすごいよね。で、こうやって路面電車も走ってる。東京とは思えなくないえ、ここだけだっけ東京で路面電車が走ってるのって。長崎とか行けばね、路面電車がたくさん走ってるんだけど、昔はね、日本の東京でもうたくさんの路面電車が走ってたらしいんだよね。もう僕はね、生まれてないのでわからないんだけど、でも路面電車ってね、交通事故の原因になったりとかもするし、人の往来を線路が妨げてしまったりしている部分もあるから、どんどんなくなっていったんだよね。で、その代わりに東京で発達したのが地下鉄。あ、ここはスーパーだね。そう。で、地下鉄が本当に多いよね、東京は。僕もね、地下鉄の路線図は全部は頭に入ってないね。僕はね、比較的、普通の人と比べたら、路線図が頭の中に入っている方の人だとは思うんだよね最近はね、地図の情報が頭の中に入っていない東京の人結構多いと思う。うん。で、理由はなんでかっていうと、スマホがあったりとか、カーナビがあったりするから、わざわざ自分で道を覚える必要がないんだよね。で、車を借りて、みんなで一緒にドライブ行こうって友達となった時もね、基本的にカーナビを使うんだよね。うん。だけど、僕の親の世代はね、カーナビを使わないで、運転する人がすごい多いと思う。だからみんな頭の中に地図が入ってるんだと思う。あれ羨ましいなって思ってさ。うん。前友達とカーナビを使わないで目的地に行こうって言って実際にやってみたんだけど、1時間40分、しかかからないはずの道のりをね、2時間半かけたことあったからねそれくらい現代人の私たちは、地図がね、頭の中に入っていないんですよ。あ、ここも町中華だ。ここの町中華も美味しそう。こういう綺麗なマンション多くない？さっきから。なんか本当に治安が良さそうなエリアじゃないここ。この道で、何を改善してほしいかな。歩道をもうちょっと広くしてほしいなって思うんだけど、ただ、さっきから
車が全然通ってないよね。車通りがない。お、デリバリーのバイクだ。でここまで来ると一戸建ても増えてくるね。いいね、便利だね。この一戸建てに住んでる人たちはまっすぐ歩けば駅だからね。うん、路面電車の駅もあるし、山手線も駅もある。で、なんかずっとまっすぐ歩いてるだけじゃ、みんな飽きちゃうでしょ。この散歩長いからね、みんなに飽きてほしくないから、とりあえずこういう小さい道も歩いてみるよ。うん。こういう小さい道も歩いて、東京の隅々までみんなには見てほしい。本当の東京の姿をみんなには見てほしい。これも学校かな？インスタとか見てるとさ、その場所の綺麗な場所とかしかがさ、投稿されてないじゃん。うん。だから、こういう有名じゃない人通りが全くないところの道もみんなに紹介していって、本当の東京をみんなに知ってほしい。あ、高校と中学校が合わさってるね。中高一貫校だね。多分私立の学校だと思うんだけど、まあ今日は日曜日だから多分誰もここにはいないんだろうな。でもここが通学路だと安心だね。なんか、すごい平和そうな雰囲気がするじゃん、ここって。ねえ。まあただ東京の学校って校庭が比較的狭いことが多いんだよね。まあ田舎の学校はね、校庭が広いから、まあ、運動会とかでもね、目いっぱいにそのフィールドを活用できるんだけどさ、まあ、東京の学校なんかはね、その校庭が狭いから運動会の会場は、学校から離れた別の場所でやることもあるからね。もうここは立派な住宅街だよ。こんなところをカメラが通ることなんてあまりないんじゃないかな。あ、でもそうだな。Google のストリートビューの車はこの道を通ってるんだよな。ストリートビューってすごいよね。まあ国によっては、まあ、使えない国もあるかもしれないんだけど、こういう小さい道もさ、ストリートビューでは確認することができるじゃん。それにしてもこの道狭いね。え、めっちゃ狭くないこの道。このカーブとかさ、車曲がれるのかな？相当難しいね。まあ東京の道はね、本当に運転するのが難しいからね。日本人は、まあ、アメリカの車を全然輸入しないんですけど、まあ、理由としては道が狭いからっていうのがあるよね。アメリカの車はね、大きくて、運転するのが緊張する、日本だと。で、まあ、日本だと免許を取得するときって、まあ、免許合宿って言ってさ、田舎に行って、まあ、2週間とか3週間とか集中して、免許を取得するための勉強をするパターンが多いんだよね。特に大学生とかは。で、まあ、そこで勉強するときって、まあ、合宿場ってね、基本的に田舎にあるんですよ。まあ、東京からすごい離れた場所にあるんだけど、そこでね、まあ、車を運転する練習をしても、東京の環境と全く違うからね。うん。だから、あの、まあ、田舎で免許合宿で免許を取得すると怖くて東京で運転できないっていう人もいるんだよね。
それくらい東京の道って狭いし、あとは交通量が多いよね。で、東京でもさっき走ってたみたいにバスが運行されてるじゃん。ほら、こういうやつ。だからバスの運転手とかは本当にすごいなって思うよね。あんなに大きい車をこんなに小さい道で運転できるんだよ。でも最近はもう本当にバスの運転者不足が加速してるらしくてさ、特に田舎だからね、日本では特に自動運転とかの技術が求められるんだけど、法律が厳しくてね、なかなか実用的な自動運転のバスって日本だと運行されてないんだよね。あ、ほら見て、今廃屋が198円だって。世界ではね、いろんなことが起きてますからね。今は、原油の価格が高騰しておりますね。はい、その影響というものが、日本でもね、ありますよ。うん。ガソリンの値段がね、もうずっと値上がりしてるんだよね。これからもどんどん値上がりしていくのかな。どうなんだろう。普通にレンタカー屋さんでレンタカーを借りると、ガソリンの料金も支払わなきゃいけなかったりするんだよね。ただ、カーシェアサービスを使うと、ガソリンは自己負担しなくていいよっていう場合が多いから、僕はね、最近車を借りるときは、レンタカーじゃなくてカーシェアを使うようにしてる。いや、本当に今ガソリンの値段が高い。で、こういう風にね、接近表示っていうものがバス停にはね、あるんだよね。今、どのくらい前のバス停にバスがいますよっていうことが表示されてる。便利だよね。それにしてもさっきからバスが多くない？やっぱりお年寄りが多い分、バスも必要になるのか、そういうこと？ただここはもう巣鴨のエリアじゃないのか？今ね、僕は、池袋の方面に向かって歩いてるんだよね。で、池袋と巣鴨って結構近いんだけど、池袋って老人の街っていうイメージじゃないんだよ。どちらかというと若者の街。うん。で、埼玉県が近いから、埼玉県に住んでいる人が東京で遊びたいなってなったら、池袋に来ることが多いんだよね。だからもうここは老人の街じゃないな。歩いている人も老人じゃないもん。そしてマンションがめちゃくちゃ多い。ここって結構住んでる人多いんだね。ここはね、山手線の外側なんだけど、まるで山手線の内側を歩いてるかのような景色だね。前僕の動画で、秋葉原を散歩した時も、こういう感じの景色があったよね。っていうか僕って毎回、この散歩動画、この動画ね、初めて見たっていう人もいるかもしれないんだけど、散歩動画をシリーズで僕はアップロードしてるんですけど、何かと、いっつも夜に散歩してました。はい。ただ今回は初めてかな。昼に撮影しましたね。この日は。で、何ヶ月ぶりかな。約3ヶ月ぶりの散歩動画なんだよね、これ。前回は12月23日に撮影した動画なんだけど、3ヶ月ぶりにこの散歩動画を上げております。で、なんで3ヶ月もの長い期
間が空いてしまったかと、言うとですね、理由はただ一つです。はい。理由は本当にただ一つ。寒かったからなんだよね。東京はね、2月の上旬が1年で一番寒い日なんだよね。寒い日っていうか、2月の上旬が1年で一番寒い季節なんだよ。そう。だから、もうその期間寒くて外出られなくてさ、うん。散歩なんかしてる場合じゃなかったんだよ。本当に。うん。だから散歩動画をアップロードできてませんでした。まあ、楽しみにしてた方いるかな、まあ、楽しみにしていた方がいたら、まあ、本当に申し訳ございませんでした。まあ、ただ、寒すぎたのでね、僕は散歩動画を撮ることができなかったんだけど、ようやく3月の中旬になって、昼間なら出歩けるっていう感じになったかな。すごいね、選挙ポスターがすごい貼ってある。今、ポスターに、ポスターの写真になってたのは、今の東京都知事の、小池百合子さんですね。ほら見て、この道なんかめっちゃ狭いでしょ。で、今の車は軽自動車だったから、こういう狭い道も走ることができるんだけど、例えばこの横にある黒い車とかさ、運転するとしたらさ、めっちゃ緊張すると思う。うん、僕はね、実は今まで、自動車の事故を起こしたことがないんですよ。僕はね、まあ、性格上、本当に慎重になって運転するタイプなんで、もうでかい車をこういう小さい道で運転しなきゃいけないってなったら、もう相当緊張すると思うな。この道めっちゃ狭くない？いや、さすがにこの道はさっきの車通ってきてないよね。狭すぎない？この道。ここ自動車通れるの？超狭いんだけど。自転車が通るならわかるんだけど、自動車だから、さっきの軽自動車はここを歩いてきたってこと？そういうこと？まあ、自転車は通れるよ、この狭い道でも。ただ車がここを通るってなったら相当ハードル高いけど、でもこの左にある駐車場があるから車が通れるっていうことなんだろうね。で、運転している立場からするとさ、こうやって自転車とかバイクとか道の脇に置かないでほしいんだよね。ぶつかりそうになるからね。まあ、ここはでもやっぱり車で運転するのって相当ハードル高いんだろうな。うわ、でかいぞこの車。トヨタのベルファイアっていう車なんだけど、あの車でここを運転するの相当難しいと思うぞ。ここはもうさすがに車は通れない、絶対に。この道は狭すぎる。山手線が近くを走っているとは思えないほどローカルで小さい道ですよ、ここ。冒険している気分だよ。結構さ、今まででかい街を散歩してきたんだよね、このチャンネルでは。秋葉原、浅草、新宿とかね。で、このシリーズで、このシリーズの中で、今歩いてる道が一番狭いと思うんだけど、みんなどう思う？狭いな、ここ。で、この日はね、
曇りだったから、まあ、晴れてる日がどういう雰囲気なのかっていうのはわかんないんだけどさ、ここって日の光が入るのかな？家と家の間のスペースがあまりないからさ、日光がちゃんと窓から入ってくるのかが気になるよね、ここら辺の物件は。また選挙ポスターがあった。すごいね。でもなんか、秘密基地みたいで、ここに住んだら楽しいだろうな。小学生の人とかはね、まあ、ここを友達と鬼ごっこしたらめっちゃ楽しいだろうなって思う。そして人通りも少なくていいね。落ち着いた雰囲気だね、ここら辺は。でもここら辺とかすごい、なんだろうな。縁起の悪いことを言っちゃうけどさ、こうやって密集しているエリアって、例えば火災とかが起きたら連鎖しそうだよね。1900年代の最初の方にね、関東大震災っていう、まあ、地震をもとにしたでかい災害が東京であったんだけど、その時ではね、まあ、木造の住宅街で、密集した住宅街で、炎が広がったらしいからね。まあ、木造と鉄筋コンクリートだとやっぱり木造の家ではね、まあ、火災のリスクがあるよね。さて、前を歩いているのは、まあ、どう見ても若者だよね。20代か30代だと思うんだけどさ、ここをまっすぐ行って、まっすぐ行くとじゃないか。まあ今歩いている方角に向かっていくとね、若者の街池袋があるので、池袋に向かってるのかな、前の人も。ただここら辺は結構静かでいいエリアだよね。みんなはどう？その大都会に住みたいか。だから例えばさ、東京に住む予定があるとして、山手線の内側のもっとうるさいエリア、例えば新宿とか秋葉原とか渋谷とか、ああいうエリアに住みたいか、こういうちょっと静かなエリアに住みたいか、どっちがいい？なんか前とか右側とか結構高いビルが立ち並ぶようになってきたね。都会の雰囲気だね。で、さっき山手線の内側とか外側とかそういう話をしてたんだけど、この線路が山手線だから、今はね、山手線の内側に向かって歩いていく感じだね。で、見てこれさ、すごいの。この線路の延長線上に東京スカイツリーが見えるんだよ。ほら、見て。すごくない？めっちゃいい写真スポットだよね、ここ。ぜひ皆さんもここに来て、スカイツリーと電車と記念撮影してみてはいかがでしょうか。ほら、ちょうどこうやって今、山手線が走ってきました。はい。まあ今ね、山手線が池袋駅に到着しようとしてるね。で、この時何時ぐらいだっけ？ 4 時半とかかな。多分4時半とか5時とかなんだけど、最近はね、日の入りの時間が、遅くなったので、まあ、こんくらいの時間になっても明るいまま。夜と昼どっちがいい？さ、今まで僕の散歩動画って夜ばっかりだったんだけど、昼の東京も見てみたいのかな、みんなは。どっちがいい？夜と昼だとさ、もう本当に雰囲気全然違うよね。まあ、街によっても違うな。ここら辺は結構暗いんだろうな。夜道を歩くとしても。
眠らない街東京と呼ばれるくらいですから、渋谷新宿とかそこら辺のエリアはね、夜になっても明るいままなんだけど、昔と比べて眠らない街ではなくなったかな、東京はね。コロナが流行した時期よりあとはね、働き方改革とかいろいろあって、お店が夜遅くまで営業しなくなったんだよね、東京って。だから夜通し遊ぶみたいなのはね、昔と比べたら、東京は難しくなってきたんじゃないかなって思うね。うん。で、左側のこの広いスペース、これはね、多分大学の敷地なのかな。ここまで歩いてきてる途中で中学校見たし、中高一貫校も見たし、大学も見たし、やっぱりこの東京って学校も多いんだよね。人口が集中してるからね。あ、ここにもバス停があるぞ。で、左側は大学の敷地に近いんだけど、大学が工事してるのかな。これから何ができるのでしょうか。楽しみですね。で、東京って本当にね、あちこちでずっと工事してるからね。うん、いつになったら開発が終わるんだろうね。うん。みんなはさ、渋谷とか、うん、よく行くのかな。渋谷って本当にずっと工事してる。もう本当にずっと工事してる。いつこの工事が終わるんだって思ってるんだけどさ、ずっと工事してる。でも確か2030年くらいかな、全ての工事が終わるらしいんだけど、渋谷はね、もうずっと工事現場っていうイメージです。僕の中だとね。駐車場がありますね。そしてレンタカー屋さんがあります。はい。レンタカー屋でね、レンタカーを借りるとガソリン代が自己負担の場合が多いのでねっていう、そういう話はさっきもしたんだけど、レンタカー屋さんにとっては、ガソリン代の高騰っていうのはね、うーん、あまりよろしくない話だよね。嬉しい話ではないよね。さて、街の雰囲気がちょっとずつ変わってきました。右側に、これ何の店なんだろう。こういうね、アニメ系の本が売ってる店がね、多いんですよ、池袋って。で、よく昔はね、秋葉原がオタクの街だって言われてたし、今でも言われてるんだけど、最近はね、そのオタク文化の聖地が秋葉原から池袋に移動してるとも言われてるんだよね。秋葉原はね、インバウンドの街になってきたかな。僕がアップロードした、秋葉原の動画を見てもらえばわかると思うし、実際に秋葉原に来るとわかると思うんだけど、観光客の方が本当に多いね。うん。昔は本当にオタクばっかだったんだけど、今は観光地になってきてしまって、オタクの人がいられる環境じゃなくなってきてるらしい。うん。一部の人の意見なんですけどね、これは。だから、池袋がね、その街の、代替手段みたいになってきてるらしいんだけど、確かに、池袋、ほら、こういう風にさ、なんだろ二次元アニメの
なんかそういう関連のお店が多くて、で秋葉原と比較するとやっぱり観光客の方も少ないから、まあ、本当にアニメとか、好きな人にとっては秋葉原よりも池袋の方が居心地はいいかもしれない。僕ねアニメ興味ないんだよなうんでも本当にたくさんキャラクターいるでしょ。さっきのお店にもさ、いろんなキャラクターが描かれてたけど一人もわからない、だからここを歩いているオタクたちとね、僕は何も会話をすることができませんいや難しいよ。次から次へと新しいキャラクターが出てくるじゃん、アニメって。みんなどうやってそれを全部覚えてるんだろうって思ってさうん、すごいよねアニメって。はい、また雰囲気がガラッと変わりまして、上に、高速道路が走っております。都会の雰囲気がどんどんしてきました。でここから急に人の数が増えた。でここをまっすぐ行くと、池袋駅なんだけど、さすが池袋はね人が多いですよ。オタク以外にもたくさんの人がいるんでしょう。でさっき言ったみたいに埼玉県から東京に遊びに来る人も池袋に来る人が多いので、多分だけど今この画角に映ってる人の中で埼玉県人結構多いと思うよこれはもうただの僕の意見なんだけどさ。でさっきはさ巣鴨という街を歩いていて、巣鴨はおばあちゃんの原宿だなんて言ってたけど、もう完全に客層が違うよね。若いよね池袋の人々って老人の方がいない。僕はねこうやって散歩動画をたくさん作って思ったことは、人がたくさんいるところって本当に一部なんだなって思うよ。だってさっき歩いていた場所って本当に人いなかったじゃん。例えば住宅街とかで、そこからちょっと歩くとこうやってたくさん人がいるエリアに来るから面白いよねでここは車が通れるとは思えないほど車道を歩いている人の数が多いよね。どちらかというと新宿とか渋谷とかそういう感じの街と雰囲気は似てるよね、ここら辺って。なんか右前に大麻って書かれてる飾りがある。緑色の。珍しいね日本でこういうなんか大麻草の大麻草の形をした飾りって、海外に僕が旅行に行くと見かけることはあるけど、日本ではあまり見ないよね。日本では結構大麻に対する取り締まりっていうのが厳しいからね。多分今その大麻草の飾りが飾ってあったお店も大麻は提供してないと思うんだよな。いや芸能人の方とかもね、もう日本では大麻を持ってるとすぐに捕まってしまうのでね、どこから情報を手に入れたんだって思うくらいたくさん芸能人の方が捕まっちゃっておりますからね。取り締まりが大変厳しいです日本では、大麻のね。だから日本でくれぐれも大麻は所持しないようにしましょうね。
さっきのエリアは商業施設というか商業エリアだったのかな。食事できそうなレストランとかコンビニとかが多かったけど、ここは大通りだね。歩道の幅が広い。そうそう、こういう道をね歩きたかったんですようん、こういう道だよね、東京といえば。パトカーのサイレンが聞こえる。何があったんだろう。悪いやつを追いかけてるのか。はい。で、今前の方に見えてきたのが池袋駅だね。やっぱり駅の近くになると人通りが多いし、たくさんの人がいるよね。ここも渋谷のスクランブル交差点みたいな感じになってるね。で、僕はさ、池袋に来ることって正直あまりないから、みんなが何をしに池袋に来てるのかっていうのが正直わからないんだよねでもカラオケもあるしショッピングとかもできるのかな。多分そうなんだやろうね。でもやっぱりあれか、アニメ関連だろうな。アニメ関連のグッズを買いに来てる人も相当多いと思う。でもね、本当に人多い。いや、本当に人多い。これ右側見てみてよ。人の数やばくないあれ、なんかすごい人が多いんだけど、新宿ぐらい混んでるぞ人口密度で言ったら新宿と同じくらい。てかこの日日曜日だったのに制服着てる人は何だろう。今日も授業があったのかな。部活かな。日曜日でも部活をやる学校ってありますからね。ほら見て前に進みづらくなってきました前の人の背中のせいで前が見えなくなったでしょ今。ここ人の数多いな。正直僕池袋がこんなに人が多いって知りませんでしたほらなんかサラリーマンみたいな人もいるしね。で若者以外の人もいるし、よくわからないな本当に誰でもいる。全世代老若男女揃ってます、この池袋という街には。で僕はね、この池袋の向こう側、池袋駅の向こう側に行きたいんだけど、どうやって行くのかよく分かってなかったんだよねこの時下の地下通路に行けば行けるのかなとか考えてたんだけど、とりあえず信号を渡って、で、池袋駅って書いてあるところが入り口だから、池袋駅のね、そこを通り抜けられるんじゃないかなっていう風にこの時は思ってたんだよね。で実際に通り抜けられたんだけどさ、ただね池袋駅もめっちゃ混んでたんだよねでさっき、線路の上を橋で渡ったじゃん。であの時通った電車は JR の山手線だよね。でこの駅は左に見えてる駅は、西武鉄道っていう JR とはまた別の鉄道会社の駅だよ。はい、なかなか混んでますねこの駅は。そして
たくさんの路線が走ってる。今の西武鉄道以外にも東京メトロっていう地下鉄も走ってるし JR も走ってるし、そういう駅ってね結構複雑なんだよね、駅の作りがで多分この上を線路が走ってるんだろうな。この人が行き交いできるエリアは地下になってるじゃんってことは、多分この上のスペースを電車が走ってると思うんだけど、いやでも本当に新宿に似てるな、このエリアは。確かさ、新宿、あ、違うか。新宿の駅はこのシリーズでは散歩してないか。ここ歩いてる時に、ここ新宿の駅にすごい似てるなーって思ったんだけど、来たことある人ならわかると思うな。結構似てる。ただこのシリーズで僕が新宿を散歩した時は多分地下の通路を通らなかったんじゃないかなって思うね。ほらこことかはね、前に進むスピードが遅くなっちゃったんだよ、前に人がいるから。ここにいる人たちは、池袋に目的がある人だけじゃないんだろうね。池袋を乗り換えの地点として活用している人も多いだろうね。その電車がたくさん走ってるからさ、ここは。このね、左側を歩くとちょっと人が多すぎたんで、ここでちょっと右側に行く決断をしました。なんかこっちの方が混んでなさそうだったんだよね。で結果はどうだったかっていうと、人通りが少し減ったかなっていう感じだねでも左側、さっき歩いていた道よりは人が減ったかな。あ、そうだ、みんなに話すの忘れてたんだけど、この日、3月の中旬だったんだけどさ、当然僕はね花粉症なので、マスクをしながら散歩をしてたんだよね。で、この動画見てもらったら分かる通り、マスクをしている人結構いるじゃん。で、僕はね、マスクをしていても、花粉がひどい日だったら目が痒くなるんだよね、でそれ結構辛いんだけどさ。で今日も長時間歩きながら目痒くならないかな、大丈夫かなみたいな感じで、心配だったんだけど、全然痒くならなかっただから花粉の量が減ってきてるんだと思うんだよ。それは本当に喜ばしいことだよねさて、池袋のこちら側に来ました。はい、素敵なラップをしている人がいるんだけれども、こちら側はこちら側で雰囲気がまた違うよね。ゲームセンターが前にあるけど、またなんか秋葉原みたいな雰囲気がするけどさ、全体的に秋葉原に似てるな、この池袋は。駅の感じは新宿に似ていて、街の感じは秋葉原に似ている。それが池袋。僕はそう理解しました。皆さんはどう理解したでもなんかデパートみたいなのも多いし、唯一無二なのかな池袋は僕は池袋にあまり来ないので、池袋に普段よく行く人とか池袋に住んでいる人がね、この動画を見たらこの人何も分かってないなっていう風に思うと思うんだけどさそう、さっき話したみたいに、花粉の季節が終わってきてるっぽくて、それが本当に嬉しくてさ。でも本当にここ最近
花粉の影響を感じてない。まあずっとマスクをしてるからかな。でもね、まあ、天気予報を見ると、もう花粉のピークですみたいなことを言ってるからさ、まだまだ花粉の時期だとは思うんだけどさ、曇りだったからかな、そういうの関係あるのかな。なんかね、晴れの日は花粉がたくさん飛んでるイメージなんだよな、僕の中で。なんかだんだん空が暗くなってきたから、まあそういう時間だからね、多分この時午後5時とか5時半だと思うんだけど、まあ、街灯にも明かりが灯るような時間帯かな。ここはショッピングセンターなのかな。だいぶ大きな施設だよね。で、ここが、まあ、池袋の西口の側なんだけど、まあ、西口も東口も栄えてるね、池袋。相当大きい駅だぞ。まあ、街の規模としては、山手線の駅の中で何番目に大きいんだろうね。まあ、確実に、新宿、渋谷、東京、品川、銀座とかよりは小さい規模かな。あ、いや、品川ってそんなに大きくないか。うん。気になりますね、そこら辺の情報が。で、反対側の東口の方にはさ、まあ、アニメ関連のお店とかたくさんあったけど、こっち側に来てから見ないよね。だから、オタクたちが、まあ、楽しむエリアって東口側なのかな。こっち側はね、どっちかっていうと、大規模なショッピングモールとかがありそうなイメージだよね。まあ、デパートとかそういう系の大きなお店が多いんじゃないかなって思うんだけどさ。まあ、こちら側はどちらかというと、年齢層としては高めの人が来るのかな。だってさ、さっき、アニメ関連のお店の前とか通った時って、なんか若くなかった？歩いている人たちが。若いなって思ったんだけど、気のせいかな。お、ここも左側歩道のスペースがないんですね。ということで僕は広い道が大好きなので、この歩道を歩ける右側に来ました。いやーでも本当に暖かくなったよ。前回12月23日に、銀座と東京の街を歩いたんだけど、その時よりは確実に暖かい。で、その前にお台場を歩いたんだよね。あれいつだっけ？あの動画いつの動画だっけ？ 11 月の下旬とかかな。あの時も寒かったんだよね。でその時よりも暖かいと思う。うん。日本では3月の20日周辺だから、春分の日あたりを境にして暖かくなっていくらしいんだけど、まだ寒いな。まだ冬の感じがする。ただ徐々に徐々に暖か暖かくなってはきている。まあでもみんなの服装を見ればわかるよね。まあもうすぐ4月だけど、こうやって歩いている人を見ると、長袖ばかりじゃん。で、大体みんなコートとかジャケットを着てるでしょ。まあ映像を見て人々の、まあ服装を見ればその映像がいつ撮られたのかっていうのは分かりやすいよね。お、この車はね、まあ、トヨタのミライという車でして、燃料電池車ですね。珍しい車乗ってるな。で、ここまで来るとちょっと住宅街っぽい雰囲気になるよね。
まあ、これが池袋の特徴かな。池袋はね、その街があってからすぐに住宅街がある。ほら見て、こことか完全に住宅街じゃん。うん、すごいね。ここら辺に住んでる人は最寄り駅が池袋駅なんだね。すごい珍しいね。初めて会う人に最寄り駅が池袋駅なんですって言われたら正直びっくりする。そんなとこに住んでんのってなる。で、まあ例えば初対面の人に池袋出身池袋駅が最寄りなんですって言われたら、じゃあなんか高層マンションとか住んでるのかなとか、そういう風に思うと思うんだけど、こういう風に結構一戸建ても多いんだね。めっちゃ便利じゃん、ここら辺。で、これ、すごいな。一戸建て、全く同じデザインの一戸建てが約10軒並んでるね。建て売り物件だろうね。一戸建てを建てるときはみんな建て売りを買うか注文住宅にするのかっていうのは悩むポイントだよね。東京に住んでたらマンションを買うっていう人も、マンションの一室を買うっていう人も多いと思うんだけど、僕の場合はね、あまりこだわりないし、例えば家を買うってなったらね、特にこだわりないんだよな。でも、古いより新築がいいなってなる。新築がいいなとは思う。で、なんかここね、学校はどちらしいんだよね。自由学園明日館違うか。明日館。自由学園の明日館というらしいです。なんか有名な場所らしい。今さ、説明書いてあったところを撮影したから、気になる人は読んでみて。ちなみに、日本人の僕でも、難しそうな日本語を読むのは、ちょっとめんどくさいなと思ったので、読みませんでした。いや、僕、あまり歴史詳しくなくてね、皆さん、ごめんね。日本のこと詳しく知りたい。でもね、日本史は詳しいよ、僕は。うん。詳しい。普通の日本人よりは知ってるような気がするけど、世界史の知識がないんですよ、僕は。うん。だからね、海外の歴史的建造物とか行くときにさ、歴史を知ってる人と比べるとあまり楽しめないかなって思うんだよね。それが僕の、コンプレックスではあるね。だから、歴史をちゃんと勉強したいなとは思ってるんだけど、死ぬまでできるかどうか。人生というのは、時間は有限ですから。じゃあまた町の方に行ってみようか。この道も相当狭いぞ。だってさ、この道の、今僕が歩いてるレーンがちょっと赤色になってるじゃん。で、アスファルト黒色になってる部分が車が通るところじゃん。狭すぎないこれ。うん。で、こんなに、巨大な駅、池袋駅が近くても、狭い道はあります。それが東京。この右のさ、青い車、これ、BYD の車、中国の電気自動車、日本で珍しいな。うん。日本人はね、基本的に、最近は、電気自動車を買う人増えてきたんだけど、電気自動車の数が少ないんだよ、日本って。だからまず電気自動車を見るのが珍しいし、あとね、中国の車を買う日本人があまりいないんだよ。
ああ、まあ理由はね、なんでだろうね。まあ多分、新しいメーカーが多いからじゃないかな。外国の車を買わないっていうわけではないんだよ、日本人って。だって、日本はね、有名な車のメーカー多いから、国産車が一番人気なんだけど、っていうか、この救急車、電気自動車でしかもでかいな。絶対アメリカの車両でしょ。アメリカ製の救急車でしょ、今の。あんなでかい救急車初めて見たぞ。そう。日本車が一番日本では人気なんだけど、ドイツのメーカーの車もよく見るんだよね。ベンツとか BMW とかも日本では人気。ただ中国の車はね、多分メーカーが新しくて、で、新しいメーカーって日本人あまり買わない気がする。うん。だから珍しいなと思って。で、僕も車大好きだから、中国車も乗ってみたいんだよね。たくさん。で、前ね、東南アジアを旅行した時は、結構さ、東南アジアだとさ、中国車結構あるじゃん。うん。だから、タクシーとか利用するときに乗ったんだけど、デザインがかっこいいよね。正直、乗り心地とかよくわからないんだよ、僕って。うん。ただ、電気自動車だと、エンジン音がないし、静かだし、中国車ってデザインがかっこいいんだよな。僕好みのデザインが多い、中国車は。で、右側見て、トラックが連続して止められてるんだけど、このトラックたちは何のためにいるんだろう。休憩してるのかな。コンビニで運転手の方々が一瞬、そのコンビニに商品を持ってきたのかなと思ったんだけど、あんなにたくさんトラック必要ないもんね。多分疲れるんだろうね、トラックの運転手っていや本当に大変な職業だと思うよ。まず自分はトラックさえ運転できないと思うんだよ。普通の車は運転できるよ。免許を持ってるから。ただ、トラックって大きいじゃん。だから多分、大型とか中型の免許を持ってないと、トラックを運転することすらできないと思うし。で、さっき巣鴨でさ、バスを見たときに、言ったけど、東京の道は狭いから難しいんだよね、運転するのが。難しいし、で、東京の街を出たとしても、高速道路を長時間運転したりするパターンが多いじゃん。で、結構疲れるんだろうなって思って。で、高速道路とかってさ、普通の道と比べて何も変化が起きないじゃん。こういう普通の道だとさ、信号が途中であったりするから、なんて言うんだろうな、刺激があるじゃんただ高速道路ってずっとアクセル踏みっぱなしで、前の車についていったりするだけだからさ、眠くなるよねうん。高速道路はね、運転してて、眠くなることが多いんだけど、これはどうなんだろう。日本以外の車でも同じ、日本以外の国でも同じようなことあるのかな。例えば、友達みんなで、車で出かけに行った時にさ、助手席に座っている人は寝ないように頑張るみたいな、そういう習慣あるみんなは日本ではね、結構ある気がする。なんかドライバーの人が眠ることができないじゃん。だからそれに気を利かせて楽しい話を助手席の人はした方がいいみたいな風潮あるんだよね助手席の人、特に助手席の人だよね。ドライブをするときは誰も寝ないようにしようみたいな、そういう風潮があるよね、日本では。で、
どうしても眠い時あるじゃん。で、ドライバーじゃない、例えば、2列目のシートに座ってる人とかってさ、まあ、どこかに遊びに行った後って、眠くなるでしょ。もうどうしても寝たくなる時ってあるじゃん。まあ、例えば、前日夜遅くまで仕事してたとか、そういう時はね、寝る前にごめんって声をかけるね、ドライバーに。ごめん、昨日夜遅くて寝ますみたいな感じで声をかけるパターンが多い。これどうなんだろう。いや、僕はね、あまり海外の方とドライブをした経験がないし、まあ、数少ない外国の方とのドライブでもね、特に寝るときにごめんみたいなことを言ってることは聞いたことないんだよね。うん。だからできるだけドライバー以外の人は寝ないようにしようとか、それでも寝たい場合はドライバーにごめんねって言うようにしようとか、そういう風潮があるのって日本だけなんじゃないかな。どう？みんなの国にもさ、そういう習慣ある？うん。まあ、日本人全員なのかな？そうじゃないのか？僕の友達だけで行われている習慣なのか。はい。でもね、こういう気を利かせる行動って日本人独特だと思うんだよな。他人に迷惑をかけないようにしようとか。うん、ちょっと聞きたいわ。みんなの国でドライブ中にどういう文化があるのか。うん。曲は流す？みんなドライブ中。曲は流すよね。うん。何かしら曲流すし、でドライバーの人が眠そうだったら、そのドライバーの人が好きな曲を流すとかね。そういうことはね、よくやると思うんだよね。ちょっとここ赤信号長くない？ずっとここで待ってるんだけど、僕さっきから特殊な交差点だね。交差点というか道路がいくつも交差してるんだよ、ここ。だから普通の信号とはちょっと違う感じだね。で、これ右側に行くと池袋駅なんですけど、まあ池袋駅周辺を散歩してる散歩動画なんて多分 YouTube 上にいっぱいあるんじゃないかな。ということで、やっぱりこのチャンネルはね、こういう小さい道を歩いていく。まあ、ここ小さい道だけど割と人がいるぞ。こういう小さい道に、まあ割とね、美味しくて人気のレストランがあったりするからね。かといって僕は行きつけのレストランとかないんだけどね。なんかさ、行きつけのレストランとか行きつけのバーとかさ、作りたいんだけど、みんなある？なんかないんだよね。僕のお気に入りのレストランとかさ、いつも行っているバーですみたいなところがないから作りたいんだよね。気軽に入れるお店があったらいいなって思うんだけどさ、まあ憧れるのはさ、例えばそこの店主の人と仲良くなって、メニュー表をね見なくても注文ができるようになったらかっこよくない？それでさ、その店主の人と仲良くなってメニュー表にない料理を振る舞ってくれたりしたらよくない？そういう状況に憧れるんだけど、やっぱり僕はコミュ障だから、そんなことはできないなというか、なんか行きつけのお店とかってさ、
まあ年配の人とかは持ってるイメージなんだよね。うん。ただ僕はね、何歳になってもそういう行きつけの場所とかってできないんじゃないかなって危惧してるんだよね。まあでも、まあ今までたくさん引っ越ししてきたから、僕はね、長い間その場所に住むっていうことが今までの人生でさ、あまりなかったからそういうことが起きてないだけなのかな。例えばさ、家を買ったりしたら、もう何十年もその場所で住むことになるわけでしょ。そしたら行きつけのお店とかできるのかな。行きつけのバー作りたいです。もし、二郎の行きつけのバーになってもいいよっていうバーをお持ちの方がいらっしゃいましたらコメント欄に書いてください。ここにも選挙ポスターある。ここにも東京都知事のポスターがある。なんでこんなに多いんだろう、東京都知事のポスターが。だってさ、他の政党のポスターあまり見てなくない？さっきから東京都知事を支持している人が多いのかな、このエリアって。次の都知事選っていつなんだ？あ、でも都知事選ってこの前あったばっかりか。1年くらい前に、1年前か2年前に東京都知事選挙ってあったよね。みんな知らないか。ここはただ道が広い交差点なのに横断歩道がないという。車の量が少ないから横断歩道を作らなくてもいいかっていう、そういう判断なのかな。横断歩道を作る道と作らない道の違いが気になるよね。まあ多分交通量なんだろうな。さて、大通りに戻ってきましたよ。なんかね、さっき歩いてた道は人通りも少ないし、面白そうなお店もないし、やっぱり大通りに戻らないとなって思いまして。ほら、お弁当屋さんとかもあるしね、ここは。人通りも多いし。まあ日曜日なんで皆さんね、まあここ、多分ね、僕の方に向かって歩いてきてる人は駅に向かってる人じゃん。で、僕と同じ方向に向かっている人たち、まあ、彼らはね、家に帰ってるんだと思うんだよね。この日は日曜日ということでね、明日から仕事だって思ってる人が多いだろうね。憂鬱な気分な人が多いんじゃないかな。まあ、携帯を見るとね、まあ、仕事のメールとかやり取りとかっていうのも見れちゃうんでね。どう、みんなはさ、その休日も仕事のメールとかチェックしちゃう派？そういう人いるよね。休日でも仕事のやり取りをする人。いや、いいと思うんだけど、なんか僕はね、休日くらいは仕事のこと忘れた方がいいんじゃないかなとか思うんだけど、どうなのかな、これは日本人独特なのかな。今はね、なんだろうな、まあ、スマホを、まあ、会社用のスマホを持ってる人もいれば、会社用と私用の携帯が同じになっている人もいるじゃん。っていうか、なんだこのトラック。何今のトラック。金色だったんだけど、トラックの運転手の趣味で金色に塗装したのか、それともトラックで運ぶものの都合上金色じゃないといけないのか、どっちなんだろうね。気になる。あんな金ピカのトラック人生で初めて見た気がする。
で、なんだっけ、何について話してたんだっけ。あ、そうそう。私用の携帯と社用の携帯が同じ人もいれば、私用の携帯と社用の携帯が別の人もいるじゃん。まあ、社用携帯と私用携帯が別だったら、まだ、なんだろうな、マシなんだけどさ、まあ、私用携帯と社用携帯が一体になっている人はさ、休日でも、例えば仕事の通知とかが来たらさ、それが目に入っちゃってさ、完全にくつろげないよね。今は、まあ、スマホで仕事ができるようになった分さ、どんどん仕事とプライベートの境界線がうやむやになってきてるよね。うん。現代人は大変です。まあ、こんな大変な世の中を頑張って生きてこうぜ。うわ、うまそうなラーメン。ラーメン屋さんが多い気がする、この池袋周辺。ここには横断歩道があるんだ、こんな狭い道なのに。信号無視してる人がいる。いやでもこれはね、信号無視したくなる気持ちわかる。だって3歩ぐらいしか幅がなかったもん。車が通ってこないなって分かったら、そりゃ信号無視しますよ。はい、皆さんダメですよ、信号無視したら。ダメですよ、信号無視なんかしたら。日本語学習という、まあ、教育系のチャンネルを運営してるんで、僕はルールは守っていく。まあ、信号無視で捕まっている人って見たことないよね。その歩行者で車を運転していて信号無視をしていたら、それは結構大変なことだと思うんだけど、歩行者が信号無視をしてなんか捕まっている人って聞いたことないって言おうと思ったけど、前見かけたら捕まってはいなかったんだけど、確かね、警察官の人が信号のところに立ってたんだよね。で、多分だけど警察がいるって気づかないで信号を無視して歩いてた人がいたんだよ。そしたらやっぱりその警察官の方注意してた、声を出して信号無視しないでくださいって言ってた。その光景は僕は見たことある。で、さっき学校もあったよね。学校何個目だ、今日見る学校何個目だろう。4つぐらい学校見たよね。お、また高速道路が上に走ってるのが見えるけど、もうここは池袋からだいぶ歩いたからさ、人の数が少なくなってまいりました。まあ、車の数は多いね、それにしても。結構重要な道路なんですかね、この道路は。まあ、高速道路に入りたい人とかはこの道を通るのかな。まあ多分そうだよね。上に高速道路があるのが見えるから、どこかに高速道路の入り口があるっていうことなんだろうね。この動画の序盤にさ、僕の親世代はカーナビをあまり使わなくて、で僕の世代はカーナビを使うっていう話したじゃん。でカーナビ使ってるとさ、その地図も覚えられないっていう話もしたじゃん。で高速道路もね、どこに入り口があるのかとかっていうのを覚えたいんだよね。でなんでかっていうとさ、まあカーナビでももちろんここから高速道路に入ってくださいって、まあ、アナウンスされるんだけど、それがねちょっと分かりにくいんだよ。
で高速道路を出るときも分かりにくい。だから高速道路に入るタイミングと出るタイミングでそれに失敗するっていうパターンが結構あってさうん、難しいんだよね。あ、ここ入り口だったんだとか、あ、ここ出口だったんだみたいに思う時って結構多いから、高速道路の入り口がどこにあるとか覚えたいんだよね。僕はさ、新幹線が日本のどこを通ってるかっていうのは頭に入ってるんだけど、高速道路は頭に入ってないから、例えば旅行先で東北に行きたいとかってなった時に、あ、じゃあこの入り口から入ってここの高速道路を通っていけばいいんだなみたいな考え方ができないんだよ。でもそれができる人ってかっこいいなって思うんだよねうん、それも頭に入れておきたい。お、これ右側の建物短期大学って書いてあった。短大だね。短大も立派な学校だからね。今日この動画に登場した学校の5つ目ですね。さっきの短大は。車通りがかなり多いぞ。これさ、左側さ、その高速道路が二手に分かれてるじゃん、上と下に。で、下側が入り口とか出口なんじゃないかな、高速道路の。この時間帯は高速道路のここの出口が使われることが多いと思う。日曜日のこの夜の時間帯は、週末家族でどこかにお出かけに行って家に帰ってくるタイミングだからね。みんなはさ、週末は何するの？やっぱり車でどこかに出かけることが多いのかな。東京に住んでる人はね、週末は、どこか地方に車で行く人も多いから、土曜日の、朝の時間帯ってね、高速道路結構混んでるんだよね。僕もそういう場面に遭遇したことっていうのが結構今まであったんだよね。お、ドン・キホーテここにもあるんだだってこの散歩シリーズで新宿に行った時もドン・キホーテあったし、なんだっけ、浅草に行った時もドン・キホーテあったよね。ここにもあります、ドン・キホーテは。しかもここさ、池袋駅からかなり遠いところじゃん。だから車で来てる人が多いと思うんだよな。ドン・キホーテって本当に東京以外でも本当にいろんなところにあるからね。地方にみんなで旅行に行って、なんかどっかでお酒買おうってなった時も、あそこにドンキがあるってなったりすると、じゃあドンキで全部買えばいいかってなるからねドンキホーテは本当に何でも売ってるから便利。さて、それでは目的地に到着しそうです。僕ね、何も目的がないまま歩いてたわけじゃないんですよなんか珍しい場所行ってみたいなって思ってさ。で、ここにね、急に変な空間が現れるんですよすごいでしょこれ。なんか12月でもないのにイルミネーションみたいになってるでしょこれなんか池袋のちょっとした有名スポットらしいんだよね、ここ。ほら、なんかこういうなんか昭和レトロの雰囲気のある看板とかがたくさん飾ってあって、なんか古い車とかさ、なんて言うんだろう、こういうのガラクタっていうのかななんか古い、価値がありそうな置物とか物がたくさん置いてある場所なんだよ。
面白くないこれ本当にいろんなものが置いてある。可愛いよね、少し。ほら、アンパンマンの置物とかもあるし、ちゃんとカメラが置けるようになってるんだよね。ほら、ドラえもんのアトラクションみたいなものもあるし、すごくないこれで、これ何かっていうと、ここの土地の所有者の人の、この土地の所有者のコレクションらしいんだよね。で、結構お年寄りの方で、この土地の所有者、ここにね説明が書いてあるんだけど、そうまあこの、土地の所有者の、コレクションがたくさん置いてあって、みんなに見てほしいから置いてあるらしい。でちゃんと監視カメラとかもあって、物が盗まれないように監視してるらしいんだよすごいよねでちゃんとね、中も入れるようになってる。中もちゃんと入っていいよっていう風に書かれてて、ほら、写真 OK って書いてあるからさ、ちょっと中見てみるで、なんかここの辺りはね、交通事故とかが多いらしくて、交通事故が起きないようにこういう仏像が置いてあったりするんだよね。で、この大砲は撮影戦争っていう、イギリスと日本の地方都市が、小さい戦争を起こしたことがあるんだけど、その時に使用された大砲らしい。だから結構価値があるものが多いらしいんだよねなんか全てを取り切ることができないものが多すぎるね。なんか奥にも本当にたくさんものがあるしさ。はい、ということで、池袋の、面白スポットを訪ねたということで、この動画これで終わりにしようと思います。また皆さん僕の動画見に来てください。それじゃあバイバーイ。